喜びの時間の後、従業員が大量に殺されたにもかかわらず、なぜ工場が捜査されないのか。今回もチャプター4までで判明している情報をもとに、そんな疑問について考察していきたいと思います。この動画が参考になったら、チャンネル登録、高評価お願いします。喜びの時間から10年。まずは、現在の状況を簡単に整理しておきましょう。主人公が工場に戻ってきたのは、喜びの時間から10年後、つまり2005年のことです。そしてチャプター4の監獄エリアでは、ついに人間と思われる死体が登場しました。これまでにも VHS テープやメモの中で、かつてこの場所に人間がいたと思わせる描写は何度か見られましたが、実際の死体が確認されたのは今回が初めてです。このことから、かつてこの監獄でおもちゃたちに対して抵抗を続けていた人間の痕跡が、ようやく目に見える形で現れたことになります。通常であれば、ある日突然、工場の人間が一斉に姿を消したとなれば、当然それは大問題として扱われ、ニュースで報じられ、警察が動くはずです。家族や関係者も黙って見過ごすはずがありません。にもかかわらず、なぜ10年もの月日が流れてしまったのか。そして、なぜ誰もこの工場の異変に介入できなかったのでしょうか。集団失踪事件。結論から言うと、現在の状況から推測されるのは、プレイタイム社で起きた出来事が集団失踪事件として扱われている可能性が高いということです。先ほども述べた通り、もし工場の従業員たちが一斉に姿を消したとすれば、当然ながら警察が事件として捜査を開始することになります。特に大規模な企業や工場で複数人が同時に失踪したとなれば、それは単なる事故では済まされず、社会的にも法的にも大きな騒動となるでしょう。そして、迅速な対応が求められる大事件として、各方面からの介入が始まります。さらに、喜びの時間が起きた当日には、工場の緊急アラートが作動していました。外部のセキュリティ会社や警備システムに連絡が入った可能性も考えられます。はじめは敵対勢力からのテロ行為とも思ったのかもしれません。その結果として、警察や軍隊が現場に派遣され、敵対勢力の制圧を試みたという流れは、実は初期のポピープレイタイムのボスストーリーに近い構想であり、開発者自身が一度は考えていた展開でもあります。その後、工場内に残された血痕や争いの痕跡から、警察は捜査本部を設置し、それと同時にマスコミが事件を一斉に報道したことで、世間に衝撃が走ったと考えられます。都市伝説化。しかし、ここからが重要です。プレイタイム社に残された敵対勢力、つまり、生き延びたおもちゃたちが、地下深くに姿を隠したことで、警察の目から逃れた場合、捜査は工場の防犯カメラの映像解析や、さらに深いエリアの調査へと拡大していくでしょう。そして、ついに確認されるのが、おもちゃたちが人間を襲い、食べている衝撃的な映像です。これはまさに、喜びの時間の記録映像そのものです。この映像を見た警察は、もはやこれは通常の事件ではないと判断するはずです。対応は世間への公開ではなく、国家レベルの対応に切り替わり、FBI や軍の特殊部門に情報が提出されることになるでしょう。なぜなら、映像に映っていたのは、明らかに市販されていたおもちゃ、ハギーたちそのものだったからです。もしこの映像が公になれば、人々が日常的に手にしていたおもちゃが人を襲っていたという事実が露見し、社会に与える衝撃は計り知れないものになります。さらに、一般には知られていない存在である巨大化したキャットナップの姿は、どう見てもユーマ、未確認生物や地球外生命体のようにしか見えない異質なものでした。こうした存在が人間を襲う様子が記録された映像が表に出てしまえば、それはもはや企業の不祥事や事故で地元警察への裏金で片付くレベルではなく、国家レベルの危機管理案件として扱われるのは当然の流れでしょう。その後、国はこの事件を機密情報として扱う方針を固めたと考えられます。そして、秘密裏に対応を進めるために、プレイタイム社の工場は事実上の閉鎖状態となった可能性が高いです。以降、情報が外部に漏れないよう徹底的に封鎖され、現場は国家によって管理下に置かれたものと推測されます。さらに、公式 YouTube 動画ストーリーソーファーの冒頭では、ナレーションを務める博士が監視している防犯カメラのログが0125から始まっていることが確認できます。このことから、少なくとも工場が閉鎖されてから100人以上の侵入者がいたと推測できます。彼らは、おそらく廃墟となったおもちゃ工場に肝試し目的で入り込んだのかもしれません。このことから考えると、プレイタイム社の集団失踪事件は、すでに都市伝説として世間に広まり、興味本位で足を踏み入れる者まで現れるほど有名になっていた可能性もあります。工場内クラスター。しかし、
ここで一つ疑問が生じます。国を挙げて工場を封鎖したため、警察などによる法的な措置は取られていません。では、マスコミや世間、そして失踪した従業員の残された家族たちには、どのように説明したのでしょうか。言葉を選ばずに一言で済ませるなら、クラスターだったと説明された可能性が高いと推測します。工場全体で原因不明の病原体が発生し、従業員が感染したため、誰も立ち入ることができず、調査も進められない。従業員とも連絡が取れていない。そう説明すれば、世間もある程度納得するかもしれません。プレイタイム社は、おもちゃの製造だけでなく、鉄道の運営や巨大施設プレイケアの管理など、様々な分野で経営を行っています。その中で化学製品の研究もしていたのでしょう。マミー・ロングレックスの素材にもなった伸縮可能なプラスチックは、エディが率いる研究部門によって開発されたと考えられます。そのため、そうした化学製品の開発中に何らかの事故が発生したとすれば、人体に影響を及ぼす化学成分が原因で、本来人間の持つ免疫力が低下し、原因不明の病原体によって感染が広がり、アウトブレイク、集団感染が起きたという説明も、限定的ではありますが否定はできません。実際には、こうした事態が本当に起きていたわけではありませんが、表向きにはこのような説明がなされた可能性もあると考えられます。公式ストーリーブックにも、従業員向けのガイドラインとして、爪の清潔さや手洗いの徹底が重要であると記されており、PW もこの異常なまでに神経質な体制についてメモに残しています。これはつまり、日頃から従業員たちに対して、研究による感染の危険性を意識させるような空気が作られていた可能性もあるということです。この傾向は、1993年の劇場事件の際にも見られます。当時、資材抽出スペシャリストたちが着用していた衣類は、感染防止を目的とした防護服のようにも見えます。おそらく、レイスら幹部たちは、実験の存在を外部に漏らさないために、感染が発生したと偽り、その場を隠蔽しようとしていたのではないかと推測されます。そして、スペシャリストたちはその説明を真に受けて、感染を防ぐための防護服だと信じたまま作業を行っていた。そのようにも考えられるのです。まとめ、プレイタイム社のおもちゃ工場が、なぜ外部からの介入もなく、10年間もの間放置されているのか、その謎について考察してきました。一つの仮説として、おもちゃたちの反乱という事実が世間に知られないよう、国が工場を封鎖し、事件そのものを隠蔽した可能性が考えられます。また、主人公がハギーなどの敵によって倒された際に表示される死のスクリーンのメッセージにも注目すべき点があります。そこには、この場所を焼き尽くしてくれや、みんな燃やされてしまう、という意味深な言葉が表示されることがあります。誰の言葉かは不明ですが、これは焼却処理によって感染源を完全に消滅させようとする意図を示唆しているのかもしれませんね。あなたはどう思いましたか？よければコメントで教えてください。